おはようございます。パストの小野です。今日はお客様に一番よく聞かれる船会社のことに関して動画を作ってみました。石垣島と離島を結ぶ船を運航している会社は主に安永観光と八重山観光フェリーの2社あります。波照間島だけは安永観光しか運航していないのですが、それ以外の島はどちらの会社も同じ料金、ほぼ同じ時間に運航しています。そのため初めて利用する方は何が違うのか、どちらを利用すればいいのか非常に悩むところだと思います。僕は上原港の近くに住んでいるので、日常生活も仕事でも上原港を使うので上原航路を中心に考えてしまうのですが、上原港の特徴としては外洋を通るので揺れやすい、北風の影響を受けやすいので冬は欠航の確率が高いということがあります。運航するか欠航するかの判断は各船会社さんに任せられているので、一社は欠航でももう一社は運航しているということもよくあります。具体的には安永観光は当日の朝まで運航するかどうか発表しませんが、八重山観光フェリーは前日の夕方に翌日の予定を発表してくれます。八重山観光フェリーのように前日に発表してくれた方が予定が立てやすいというのもあるのですが、逆に安永観光はギリギリまで悩んで可能な限り運航してくれるということもあります。そのため上原港周辺に住んでいる人たちは安永観光に非常にお世話になっているので、安永観光をおすすめするお店も多いかもしれませんが、各島、各港によっておすすめの船会社がある場合もあるので、できれば予約する前にツアー会社や宿泊先の方に聞くことをおすすめします。特に上原航路だけは1社が運航、1社が欠航ということもよくあるので、事前のご予約はあまりお勧めできないのが現状です。また、事前予約されている場合も座席を確保されているわけではないので、時間ギリギリに行くのではなく、10分ほど前には乗り場で並ぶことをお勧めします。特に朝8時から9時の船は非常に混みますのでご注意ください。船は電車のように詰め込んで乗ることができません。定員オーバーの場合は最悪次の船に回されることもありますのでご注意ください。船も大きい船や通常の船などいろいろなタイプがありますが、どの時間がどの船かは特に決まっていないようなので、ある意味楽しみにしていてください。ただ共通して言えるのは、前方に乗るほど上下の揺れが激しいですし、窓際の方が左右の揺れが激しいです。乗り物酔いしやすい方は後方の真ん中あたりに座ることをお勧めします。またお腹いっぱいだと酔いやすいので、食事は適度に、心配な方は酔い止めを飲んでおくことをお勧めします。初めの方にも言いましたが、冬の時期は北風が強く、上原航路が欠航になることが多くなってきます。その場合、船会社さんが大原上原間の送迎バスを出してくれます。ただしバスがない時間もあるのでご注意ください。このバスに乗るためには石垣上原間の乗船券が必要になります。上原大原間は約50キロ、車で1時間かかります。そのため送迎を行っているツアー会社や宿泊施設も少ないため、しっかりとした計画を立て準備することをお勧めします。参考までに上原航路は北風もしくは北東の風で波が 2.5 メートル以上になると欠航する確率が高いです。季節的には11月から2月が欠航率が高くなりますが、南風が吹く6月から9月は台風以外はほとんど欠航することはありません。その他の港は台風以外は欠航することはほとんどありませんが、台風が来ると3日から5日は欠航しますのでご注意ください。船の時刻表は定期的に変更になりますので、必ず最新のものを船会社のホームページよりご確認ください。ただし船は波の影響を非常に受けますので、10分ほど遅れることはよくありますし、
年に数回はエンジントラブルで30分以上到着が遅れるということもあります。特にその日に飛行機に乗る方は時間にゆとりを持って行動することをお勧めします。以上、石垣島と各離島を結ぶ船のご案内をさせていただきました。皆様の旅の参考になれば嬉しいです。パストチャンネルでは西表島での生活の様子や皆様の旅の参考になる情報を発信しております。もしこんな動画が見たい、こんな情報が欲しいっていうのがあればコメント欄にご記入をお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。